今回は仙腸関節の変異の一つ、片側仙骨屈曲変異の診断と治療についての説明です。まずは座位での屈曲検査で左右のどちらが陽性側かの見当をつけます。座位でモデルに前屈してもらったとき、PSIS が下方に動かない、または上方に動く側を陽性と見ます。この場合は左側が上方に動くので左側を陽性と見ます。次に肝状面上での仙骨底の深さを比較します。この例では座位屈曲検査で左側が陽性なので左側の状態に注目します。左側の方が右側よりも深い状態、つまり前方に位置している状態です。単純な触診だけでよくわからない場合は呼吸テストやスプリングテストを併用することでよりわかりやすくなります。左側の外下方角を同側の仙骨底に向かってポンピングした時と右側を同様にポンピングした時の仙骨底の動きを比較した時に、左側の仙骨底の後方への動きにより強い抵抗が見られる場合は左側の仙骨底が前方に変異した状態と見ることができます。また右側の外下方角から対角線上に左側の仙骨底に向けてポンピングした時にそれほど強い抵抗が見られない場合は捻転変異よりも片側の屈曲変異の疑いがより強くなります。3番目の判断材料として外下方角の位置の確認をします。左の仙骨底が前方に変異しているとして外下方角の位置が左右どうなっているかを確認します。ここではポンピングテストでより抵抗のあった左の外下方角が後方に位置しているケースとします。次は腰椎の前腕を調べます。腰椎のスプリングテストでは通常の範囲または前腕が増大していて深く沈み込みます。どちらも陰性と見ます。5つ目の判断材料は下肢の長短です。座位屈曲検査では左側の PSIS が陽性でした。それと同じ側が長下肢になっています。最後の検査は腰椎の側腕です。ここでは腰椎が自然体で右側にカーブしている状態、カーブの頂点が左側になるので左凸という表現もされます。自然体での側腕の場合、凸側の起立筋に膨隆が見られます。ここでは左側の起立筋が隆起しています。以上の6つの検査が診断の基準になります。座位屈曲検査では左側が陽性、左仙骨底が前方、外下方角は左側が後下方、腰椎の前腕が通常または増大、下肢の長短は左側が長下肢、腰椎の側腕は左凸の結果から左片側屈曲変異と判定します。診断の判断基準は複数ありますが、リスティングに注目すれば仙骨底の左側が前方に、同側の外下方角が後方とやや下方に位置している状態です。制限の方向で言えば左側の仙骨底が後方へ、外下方角が前方への動きに抵抗がある状態です。この動きの制限を解除するように操作して治療します。では筋エネルギーテクニックを使った治療方法を説明します。まず片方の指で治療する側の仙腸関節 PSIS の内側をモニターし、もう片方の腕で同側の下肢をコントロールできるように抱えます。この部分をモニターします。
下肢を内転外転して仙腸関節が最も緩むと感じ取れるポジションを探します。緩むポジションを見つけたらその位置で下肢を内旋します。この場合術者が行っても患者に内旋してもらう方法でも構いません。下肢だけを内旋するのではなく、下肢をハンドルとして左側の寛骨まで内旋させ仙腸関節が開くようにします。仙腸関節後方を開くように位置させることにより前方に変異した仙骨底を後方に動かしやすくします。治療は前方変異した仙骨底を後方に戻すように手根部で外下方角を前方とやや東方に向けて押圧します。イメージ的にはこのような感じです。左側の外下方角を前方に押圧し同側の仙骨底を後方へ持ち上げるイメージです。この時ただまっすぐに仙骨底に向けて押圧するのではなく、角度をいろいろと変えて最も緩む方向を探す必要があります。最も緩む方向を見つけたらその方向に向けて操作を加えます。この操作は患者の呼吸に合わせて行います。仙骨は吸気時に伸展方向に動くのでこのフェーズに合わせて押圧をコントロールします。患者に大きく深呼吸をしてもらい吸気フェーズに合わせて外下方角を前方と東方に向けてポンピングしながら押圧を加えます。単に押圧をかけるだけでポンピング操作をしなくても構いません。最大吸気時で息を止めてもらいその状態でまたポンピング操作を加えます。呼気フェーズでは持続的押圧で仙骨の屈曲の動きを阻止します。この操作の間、仙腸関節上の指は常に仙骨底の動きをモニターしています。通常この操作を3回から5回程度行うことで治療効果が得られます。仙骨底が動く感触を得られたら足を戻し再検査します。仙骨の後方首振り運動、カウンターニューテーションの動きで左側の仙骨底の制限が解除され後方に動くようになっているかを確認します。